はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。12月20日に、YouTube ライブを行う予定です。夜の8時から。来年のね、大まかな流れというか、ちょっと気をつけていただきたい、生かしてほしいタイミングとかがあるので、そういった話をしたり、またメインはカペラノートの使い方説明になります。で、ノート製本版はもう完売してしまったんですけれども、PDF はありますので、 PDF は情報だけたくさん載せていますのでね、ぜひヤギ座さんの情報をたっぷり読んでいただければと思います。ご興味ある方はぜひ概要欄からお願いします。12月末、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクス10、カップエース、吊るし人逆、ワンド6逆、カップ10逆、カップキング、ペンタクスのクイーン逆ですね。そして気をつけること対策がペンタクスのページとワンド7逆とオラクルはスターです。どうですか？なんかすごい応援されてるヤギ座さん、よかったですねって感じですよ。ちょっと星の話させていただきますが、まず12月15日が満月なんですね。で、この満月は双子座で起こる満月なんですけれども、今まだねお誕生日来てない方ばっかりだと思うので、太陽星座がね、ヤギ座の方はね、月星座は全然バラバラだと思いますが、その太陽星座がヤギ座の方にとっては今誕生日前っていうのはちょっとナイーブになりやすい時なんですよね。なので幸せなんだけどなぜだか涙が出てくるとか、なんだか不安だとか落ち着かないみたいな状況になっている方ももしかしたらいらっしゃったかもしれませんが、それだけね、自分は宇宙の流れに乗ってるんだなって、自然な流れを体感できてるんだなと思っておいてください。そして15日の満月っていうのが一番そのエネルギーというのがピークに達するんですね。ちょっと緊張状態というか、何か自分の中でざわざわする感じとか、何かをしなきゃいけないのにできないとか、なんかすごく調子がいい方にとっては、うわやったーみたいな、ものすごい期待が上がるとかですね、自分自身をもっともっと高みに持っていくぞみたいな、そんな感じでワクワクする方もいらっしゃるかもしれませんし、もし不安だとか悲しいっていう感情が強かった方にとってはその感情がピークになるかもしれないんですけど、15日がピークだと思っておいてください。で、これもそのエネルギーが増幅してるからこそ、なんかそれに乗ってる時っていうのはよしいいぞって思えるけど、乗ってない時っていうのはなんだか全てを失っていくような感覚がするかもしれませんが、全然失ってないので大丈夫です。全然失ってないのでね。そして12月の16日から逆行していた彗星がやっと順行に戻るんですね。で、この順行に戻ることによって、なんだかわからないけどごちゃごちゃしていた思考がやっとスーッと紐が解かれていくかのように落ち着いていく。あれはやっぱりこういうことだったんだな、これでよかったんだなみたいな感じ、一つずつなんだか収まっていくみたいな感じがしますので、それはよかったなというか、安心材料になるんだと思います、伊手座さんにとってね。とても今のこの宇宙の流れって火星っていうね、バイタリティのある星もヤギ座さんにとってはちょっと見えないところ、水面下で掘ってるよっていう時だし、なんならね、火星も逆行、水星も逆行していたので、水面下で何が起こってるか分かんないけどざわざわするっていう感じだったので、そういうのはあるけど、そういうもんでしょっていうふうにいい意味で開き直れてる方っていうのはさほど動揺せず着々とできたと思うんですけど、なんだか動揺しちゃうみたいな方は、今自分が作っていく現実世界ではなく、バックグラウンドにおいてちょっと今入れ替え中でございますみたいな感じの時なので、そういうのエネルギーを敏感に感じていたのかなというふうに思っておいてください。そして12月21日からお誕生日ね、迎える方も出てくると思います。おめでとうございます。誕生日からっていうのはいい切り替えになるので、ここから心機一転やっていこうみたいな感じになると思いますし、この心機一転っていうのが本当に何か新しいことが目の前にやってきてよかったっていうことではなく、自分のハートが
開かれてくるよって感じがするんです。今回は自分のハートが開かれるからこそ、今まであった喜びに気づけるとか、他者の優しさに反応するとか、やっと前から届いていたけどやっとそれを受け取れるみたいな感じになるんじゃないかなと思います。でまたね、12月31日に新月が出ます。この新月はヤギ座で起こる新月ですから、年末にもう1年を振り返って、もう本当にお疲れ様でしたということで、また来年からねできるんだろうなと思いますが、非常にカードで見る限りはなんていうかな、ハートが開かれるって感じがするんですね、私はね。なんせやっぱりオラクルがねスターなので、自分にとってもしかしたら今の状況っていうものはベストなのかもしれないっていうことなんですよね。いや全然ベストじゃないですよっていう方も、実は今の状況だからこそ感じられることがあるし、それを体感したかったんじゃないかな、もしかしたらっていう感じがするんです。なので後半はどのような状況の方においても、ヤギ座さんは自分にとっての理想が見えるというか、これでいいんだって、これがいいんだ、これでいいんだとか、こうしたいんだみたいな、そういった思いっていうものがちゃんと出てくるなって感じがしました。とてもいいですね。とても今もしね動揺していたとしても、落ち着くなって感じがすごくありますので、よかったです。そして入り口がペンタクスの10なのでね、人って不思議なもので、幸せ、内なる幸せを感じてらっしゃる方もそれで本当に幸せよかったねだし、そのまま好きにやってねっていう感じなんですけど、外側に何か外側を幸せを求めていた方にとっては、なんか例えば家族もあるとか家もあるとか仕事もあるだけどみたいな、何かこんなにたくさん幸せな素材が揃っているにもかかわらず、何かこの次どうしたらいいんだっけみたいなんとなくそんな感覚になっていた方もいらっしゃるかもしれませんし、もしくはご自身が望んでいるものがものすごく完成されたものを求めていたかもしれない。仕事はこうなってああなってこうして自分の生き方も自分の人格もパートナーもみたいな感じで完成されたものっていうものを求めていたかもしれませんが、やっぱり人ってそこに向かっていくプロセスが楽しいわけで、完成されたものがスコーンって入ってきても何の感動もないんですよね。なのでもしかしたらこの前半の間に、もしくはこの12月前半のバックグラウンドで整えられてましたよっていう時に、実はヤギ座さんの家族関係や状況が穏やかに進むように整えられていたんですけれども、それを感じられなかったか、もしくは「いや感じました、そうでした」って思う方もいらっしゃるかもしれない。でも非常に応援されていますよみたいな時ですね、いろんなものを削ぎ落としていろんなものをに気づいたんじゃないですかって、今ある自分の幸せに気づいたんじゃないかなっていう感じがあります。なので喜びはあったはずっていう感じなんですね。本当にその人のね状況によってはその喜びを喜びだと感じられない時もあるので、ご自身がどんな感覚で自分の喜びを感じてたかなっていうふうに思ってみてください。そしてなぜ現状に、満足しないかっていうと、そのうちの一つに、もっとこうすればよくなるのにできなかったんだとか、今は動けないんだ何かの理由でっていう、その動けていない自分に対して自分でなんか烙印を押したりとか、もうダメなんだみたいな感じで自分にどんどんダメ出しをしてしまってたんじゃないかと思います。でも動けないかったとしたら、動けないには動けないもっと重要な理由があるわけで、自分がやろうとしていること以上の重要な理由があるわけで、それを体感できたことって成功じゃないですかっていう感じがします。ただ自分ではそれをその動けなかったことっていうものが成功体験じゃないというふうに感じているので、ここにある幸せ、カップの10というたくさんの幸せっていうものを自分で認めていないのかなって感じがします。これ気づいたらすぐに気づいた瞬間にもうすぐそこにあったってことで、雪崩のように幸せを感じることができますので、ぜひもし何か今不満を持っている方がいらっしゃるなら、
過去のねここに至るまでのその不満とか不安な材料ってそのものを体感できたことが成功なんだよっていうふうに思ってみてください。そしてここからねなんとなく私はこの12月後半に心が開かれるって感じがするんですね。でさっきのカップ10も気づくことによって逆位置から正位置に簡単に変わりますから、カップ10って本当に満たされている温かいエネルギーなんですね。そうすることによってすぐそこにあった幸せや喜びや優しさや愛情をちゃんと受け取れるよって感じがしました。これはカップのキングです。誰かが実際に柳田さんに優しくしてくれてます。愛を注いでくれてます。それを受け取れるんだなってちゃんと受け取って、はーってなんかなって、なんかまた私らしくコツコツやっていきますみたいな感じになるんだなと思いますよ。これペンタクスのクイーン役位置ですけども、そして自分にはこれがあるっていうことをしっかりと確かめてやっていくみたいです。でも実際何か行動していくとかこれを仕事にしていくとか動いていくってなると少しやっぱりまだ何か動けなかった理由っていうものが少しだけ足を引っ張っていて、今はまだ立場が悪いんだとか動きにくい状況なんだっていう感覚があるかもしれません。でもいいと思います。ゆっくりで12月21日以降でもいいと思いますしね。これを踏まえた上でちょっとお仕事のことを見てみますね。ぜひ優しさを受け取ってください。愛情を受け取ってください。誰かから向けられてる愛情を、恩師かもしれないしね、先生かもしれないし、パートナーかもしれないし、それはなんだか特別なことではなくて日常生活の普通の生活の中にあるみたいなんですよね。仕事って見た時に、ジャッジメントが出てきます。復活するんですね。何かがもういいやと思ってやめていたこととか、なんかそんなことかな。ちょっと待ってください。ウェルビーイングということでペンタクスの6、そしてソードの7、そしてジャッジメントなので、やっぱりお仕事に関してはなんかやっぱりやってみよう、もう一回やってみようみたいなそんな感覚もあるでしょうし、そこに至るまでのその自分のモチベーションとか感情の変化っていうものがやっぱりここでウェルビーイングということで自分が自分を整えて日常生活を整えてやっていた時に八木座さんの中から生まれる他者に対しての優しい気持ちや自分ができることを自分が提供できるものを提供しようというすごくなんか清々しい感覚で仕事をしていくみたいなんですね。で実際にそれが本当に役に立ってるのかなとかこれやってていいのかなみたいな自分への疑いっていうのはちょっとあるみたいです。ここでソードの7も出ているので、でもねいいじゃないですか。別に遠回りしたってちょっとぐらい違うことしたっていいし正解ばっかり行くわけじゃないし、全てが実は正解っていうのは出てくると思うのっていうふうに感じられるようになると思うので、もし自分の頭の中でこれじゃないかもしれないけどなって思ったとしてもでもいいや今はこれを楽しもうみたいな形でお仕事していかれるととても何かいいものが生まれる感じがしますね。で人間関係見てみます。人間関係カップ9ですよ。すごい恵まれてる。ここでもまた吊るし人出てきましたね。そしてソードエースということでとにかく人間関係においては非常に恵まれています。誰かがやっぱり八木座さんのことをケアしたいとか思ってるとか愛情をかけていますね。愛情を持っている八木田さんに対して優しくしてあげたいとかもっと何か力になりたいとか心配してくれてたりとかっていうのがすごくあります。でこの思いっていうのは八木田さんが感じてる以上のラッキーな想定外の喜びみたいです。だけれどもなんか八木座さんの中では愛されるためにはこうしなければならないとかいい関係を築くためにはこういう自分でなければならないんだみたいな思いがあって、そう慣れてない自分を自分でやっぱり責めていますね。ここでもそしてそれを打破するにはものすごい勢いで何かを変えていかなきゃいけないってすごい力強いエネルギーで切り開いていかなきゃいけないんだって思ってるかもしれないし、もしくは
今すごく恵まれているからこそ、人間関係に対して恵まれているからこそ、これまでの関係性っていうのもやめたいですみたいな、こう別れるとかそういう感じじゃなくって、見解が変わるって感じがするんです。関係性に対しての見解が変わる。だからもうこういう感じでいこうみたいな、自分の中での強い、エネルギーを持ってそれを決めていける感じがしますね。そんな感じですかね。ちょっと恋愛はまた別でね見させてください。でもとても恵まれています。今ねちょうど12月21日以降っていうのはもうスポットライトが柳田さんに当たるわけですから、自分自身に光が届く、温かい光が届くことによって自分のハートが溶けていく、開いていくっていうイメージです、私はね。いやー、ちょっと最後にもう一枚見ようかな、これ。柳田さん、はい、どう？これはシャーマニックヒーラーというカードが出てきました。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんの直感でメッセージを受け取ってみてくださいね。なんかやっぱりね、12月21日から光が届くって感じですけど、それまでっていうのはなんとなく自分がトンネルの中にいるような気がしたりしますが、その中にいるからこそ感じられることがあるし、その中にいるからこそ届くものがあるって感じで、今シャーマニックヒーラーということで何か儀式的なね癒しが行われているという感じがしました。皆さんにとってで、それがなんかピークが12月15日なんだろうなって感じがしましたね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。